さか2人とも選ばれるなんて思わなかったね。私も名前を呼ばれた時は驚いちゃいました。枠は1人って話でしたし。でも私、えなさんの歌を聴いた時に一番しっくりきた気がしたんです。私もたくさん考えて自分なりの答えを出してきたつもりですけど、あの作品を一番表現できてたのはえなさんだなって直感的に思いました。だからえなさんが選ばれたのは当然だなって思います。ありがとう。そんな風に感じてくれたなんて嬉しいな。当日は一緒に頑張ろうね。あ、そういえば気になってたことがあるんですけど。何？イオさんと話してた時、影の少女は化け物や酸の雨と一緒だって言ってましたよね。あれ、どういう意味だったんですか？おお、確かにあれだけ聞いてもわかんないよね。影の少女、化け物、酸の雨。3つの絵は一見全然違うんだけど、実は全部つながってるんだよね。つながってる？うん。絵のタッチでね。絵を描くときって、その意図によって色やタッチを使い分けるんだけど、影の少女は化け物のタッチと酸の雨のタッチ、それ以外にもアリエを攻撃するいろんなもののタッチを全部混ぜて描かれてたんだ。例えば化け物は鋭利な印象のタッチが多用されてる。酸の雨は厚く絵の具を重ねてあるけど、筆文字みたいなタッチになってる。そして、影の少女はその両方のタッチが使われてるわけ。もちろん、わかりやすくって感じじゃないけどね。あ、言われてみれば、そうかも。でしょ？それに気づいた時に思ったんだ。影の少女は、アリエをずっと導く存在だったけど、同時に、攻撃する存在にもなってたんじゃないかって。例えば、親友だと思っていたはずの子が、自分のことをいじめてきた、みたいにね。アリエは影の少女に苦しめられてた。でも、その子が仲良くしてくれた時の優しい思い出とか、励ましてくれた言葉のおかげとかで立っていられたから。離れることができなかった。イオさんはそんな矛盾した気持ちを、あの絵本で消化したかったんじゃないかなって。まあ、これは私の勝手な想像だけどね。でも、そうじゃないかって思った時、どうして曲が途中で暗くなってるのかとか、そういう疑問も全部なくなったんだ。私、そんなこと全然考えつきませんでした。でも、すごく納得できたっていうか、しっくりきた気がします。えなさんが歌った後のイオさん、悲しそうだけど、どこかすっきりした顔をしてたんです。きっと、えなさんが作品に込めた気持ちを分かってくれて、初めて本当の意味で、イオさんの気持ちが消化されたのかも。だとしたら、よかったな。ちゃんと組めたみたいで。あ、やっぱり、東雲くんのお姉さんだな。絵と歌っていう違いはあるけど、表現することにまっすぐで、私も、もっと頑張りたいな。えなさん。
の後って時間あったりしますか？うん。特に予定はないけど。なら、一緒に歌う練習しませんか？私、今のえなさんの話を聞いて、もっともっと合わせていきたいなって思って。それはいいけど、別に私の解釈に合わせなくてもいいと思うよ。伊代さんは今のあずさわさんの歌がいいって思ったんだろうし。そうですかね。でも、私も練習はお願いしたいかな。人前で歌うのあんまり慣れてないし。そのあたりのこと教えてもらってもいい？はい。私でよければ